久しぶりに目覚めた相棒のことが気がかりであまり眠れなかった。俺の脳内はすでにフィッツ先輩のことでいっぱいだったが、相棒は知らん顔だ。しかしこれどうやって治療に入ればいいんだろうか。他是必须要跟斯文菲上床吗？还是什么？おはようございます、ルーク先輩。珍しいですね、こんな時間に。フィッツのことで話がある。僕は何も知りません。ほう、何を知らない？探りを入れているのかね。陆克真的是好伙伴，但是改めて言っておきますが、ルーク先輩、僕はあなた方と敵対するつもりはありません。フィッツ先輩の正体も知らない。感觉还有派系似的。知らないのです。知らないふりをしてくれると？なぜ？隔僕はオ阂，レアスともノトスとも縁は切れていますし、就像这个柱子一样。あなた方と敵対するのが怖いので。ではそういうことで。フィッツ先輩の邪魔にならないようにと決めたけど、やはり少し辛い。所以他要隐藏自己这份心意吗？为了不拆穿妃子。啊，好可爱。話とは何でしょうか。先日買い物に出ている時にルーデウスが来ました。フィッツの行動を怪しんでいました。あフィッツが図書館でルーデウスに押し倒され、自分は男だと大声で宣言し、哦，一定是そういう噂も耳に入ってきました。他们不会都看到鲁迪在干嘛了吧？確信したでしょうね。体まで触られたのなら。でもルーデウスはフィッツの秘密を喧伝するつもりはないようですね。きっとあなたに対して義理を通そうとしているのでしょう。なかなかいい心構えです。それであなたはどうするのですか？ルーデウスを配下にする件についてはゆっくりでもいいと思っています。ですが半年もの間何ら進展が鲁ないとな迪会ると、做会吗私と？しても一言ぐらいは言いたくなりますよ。苏菲可能不想去干预鲁迪自己的人生道路。私もいい加減あなたがうじうじと悩んでいるところを見るのは飽きてきました。ですからそろそろ勇気を出して彼に正体を明かしたらどうですか？シルフィー。公主和陆克都好好啊，对于苏菲。あなた何かしたいことがあるのではないですか？私はあなたに何度も助けられました。初めて会った時から今までずっと。それは友達だから助けようって思っただけだよ。あなたのことですから私に遠慮しているのでしょ。でもあなたは私の配下ではなく友人なのですから、したいことができたのなら私の元から離れそちらを優先なさい。他们都在以对方优先。それは裏切りだよ。勇気を出して言ってごらんなさい。今あなたは何をしたいのか。僕はルディと添い遂げたい。啊，よく言えました。直接是这么，直接是这么重的吗？もしルディが僕のことを思い出してくれなかったら、苏菲已经白头了。それは今から考えましょう。妈呀，我真的太喜欢苏菲和公主这样的关系了。ブエナ村で一緒に育ったシルフィエットですというのがいいのではないでしょうか。無理ですね。思い出せないのです。帮苏菲出谋划策。这个教室应该就是 OP 里那个教室吧？何か彼との思い出はありませんか？
思い出旁敲侧击嘛。前にいじめられてたって話はしたよね。髪の色でいじめられていたと聞きました。その時に助けてもらったのがルディとの出会いで、僕にとっては一番の思い出だよ。我们西武飞真的太可爱了。他に何か思い出はないのか？もう一つあるよ。最初ルディは僕のことを男の子だと思ってたんだけど、魔術の練習をしてたら也是一样的。ルディのお家でお風呂に入ることになって、その時也是有个类似于拆穿性别的时候。そのパンツを引きずり下ろされて、それでそれは素敵な話ですね。わかりました。これから作戦を話します。哦，作战。その前に改めて一つ確認しておきます。はい。シルフィー、先日は添い遂げると言いましたが、真的吗？ルーデウスと具体的にどうなりたいのですか？明确目标第一步。具体的に。ベッドは一緒で。啊！ルディはたまに下品になるから。西武飞很明白。聞いてくるかもしれない。そしたら僕も下品になって、ルディったら僕に何人産ませたいの？なんて聞き返して、ルディはくすりと笑って、たくさんかななんて言って僕の衣服を脱がせて、そしたら僕もくすって笑って、じゃあたくさんしてね。不是，西武飞用这可爱的声线。この作戦はあなたの努力次第です。はい。へたれた失敗は許しません。もし土壇場で勇気がなくて言えなかったなんてことになったら、アスラ王国第二王女の名において以後ルーデウス・グレイラットとの一切の接触を禁止します。啊，公主啊！本気で。这突然有点让我想到，就是《辉夜大小姐》里面早晚对于辉夜让辉夜告白的那个片段。作戦内容を話します。ルーデウス君。フィッツ先輩、どうしました？ここじゃちょっと場所を変えよう。わかりました。ではザナバ、話を進めておいてください。はっ、後の細かい部分は世にお任せを。で、何ですか？実はね、折り入って頼みがあるんだ。わかりました。赤龍に乗ったつもりで任せてください。ちょっと待ってよ、まだ内容言ってないよ。フィッツ先輩の頼みなら空飛ぶ城だって落としてみせますよ。真的吗？好吧，真的。アリエル様、この間知り合いの貴族に雇っている用心棒のことで自慢されて悔しかったんだって。ほう、それで？这就是作战内容吗？うちの用心棒は4人パーティーで氷の森の奥まで行って、そこにしか生えてない花を取ってきたって言ったんだけど。氷の森の奥地に生える花というと、这不会是什么比喻吧？リーズフリンジドですね。それでね、アリエル様も引っ込みがつかなくなって、フィッツならもっと少ない人数で取ってこれるって言っちゃったんだ。なるほど、そういうことですか。知り合いの冒険者に行って格安で譲ってもらいましょう。それは良くないよ。僕の力を見せなきゃいけない場面なんだよ。力といってもいろいろあるでしょう。人と人とのつながりも力です。鲁迪现在人际关系可是很强的。アリエル様が恥をかいちゃうし。そうですか。ではステップとリーダーの面々を不解風情。安心してください。
そいつらは偶然にも僕らと同時期に森に入るだけです。そんな人たちいなくても僕とルーデウス君がいれば余裕でしょ。わかりました。二人时光。謹んで受けさせていただきます。ありがとうルーデウス君。一人で森に入るのは不安だったんだ。但是明明菲兹也是很厉害的，算是鲁迪来之前的 いよいよ全部トッ任プだせちゃったみたいで。いえいえ、護衛の依頼と考えれば当然のことでしょう。天哪，不会要出意外了吧？之前不是说会有一些危险的地方吗？依頼料とかそういうの払った方がいいのかな。まさか。これは僕が善意でやっていることですので気にしないでください。別に僕だってルーデウス君に依頼料を払うことぐらいできるんだからね。僕は高いですよ。高いって、そりゃそうかもしれないけど。ルディをお金で買う。苏菲就是苏菲，又清纯，但有时候又有一些就是很可爱，还是有一些反差的。花は崖に咲いています。そこまで雪を溶かしながら直線で移動しますので、周囲を警戒しつつついてきてください。这么老吼，这その杖、この間持たせてもらったけどすごいよね。全部オーダーメイドで色付きの魔石までついてるなんて王宮でしか見たことないよ。10歳の誕生日に家庭教師をしていたお嬢様が送ってくれたんですよ。その杖、ちょっと持ってみてもいいかな。爱丽丝800年没出现了僕。初心者用の杖しか持ってないから、そういうのに憧れてたんだ。どうぞ。苏菲是念旧吗？一直舍不得换掉那把初学者魔杖。どうですか？太さの方は。太いね。你给西鲁菲送一把。僕が成長した後のことを想定していたのでしょう。よし、とりあえず作戦続行だ。次はと。赤の塔、大丈夫かな。这让我想到他们小时候一起的时候。雨が降りそうです。そうだね。この先に。いえ、すぐに散らしますので。ルディに教わったように水分を雲に。对，他们小时候就学过的。苏菲累死了。今日はちょっと調子が悪いようです。いいんだよ。僕が杖を返してなかったせいだね。多分ルディに本気を出させないために。这个作战真够细致了。僕の役に立ってよかった。まあ、降ってきたものはしょうがありません。確かこの先に洞窟があったはずです。そこで雨宿りしましょう。そうだね。あそこですね。俺を雇ったフィッツ先輩の様子はおかしかった。異変もあった。雨が降るにしても雲の動きが速すぎた気がする。誰かが魔術を使っていた可能性がある。フィッツ先輩はこれに気づいているのだろうか。顔には緊張がうかがえる。隣が気づいているな。
情绪都在脸これ上ぐらいの妨害は想定内ということだろうか。さて、ひとまずこれで OK だな。パンツはどうしようか。さすがにフィッツ先輩の前で脱ぎ去るわけにもいくまいが。乾かした。哦，他不想暴露他的身份。フィッツ先輩、何かな？昔知り合いの少女から嗯，因为西武飞就是不脱衣服。禁忌とするという話を聞き及んでいます。僕は後ろを向いて目をつむりますので、その間に魔術を使って服を乾かしてください。什么情商大师，我的天呐！フィッツ先輩、せめて着替えてください。なんでしたら個室でも作りましょうか。いや、俺が洞窟から出ていく。そうしましょう。それがいい。待ってよ。風邪ひきますよ。そうだね。服脱がないと。陆现在已经在试探了，体温が下がると人は死ぬんですから。能到什么地步？死んじゃうね。このままだと。西武飞就是一直在紧张吧。自分じゃ脱げないんだ。脱がせてよ。这让我突然想到爱丽丝之前说过什么小猫的那个话。自分で脱げないなら僕が脱がせるしかありませんね。但是不用让他先知道他是西武飞吗？実はですね、僕はフィッツ先輩が女だと知ってるんですよ。でも脱がせてくれないと僕死んじゃうかもしれないね。这就是作战吗？真的吗？不是，大家进展也都太快了吧？この赤く染まる耳、どこかで見たことはなかったか。对，请你想起来。昔こんなことが。对，他把5歳か6歳の頃だったか。確かにあった。哦，所以这就是作战。公主就是通过这种小时候的事件来去触发鲁迪的这个回忆。まだ一つ残ってるよ。主要是让那个内裤想起吗？フィッツ先輩。何？ルディ。鲁迪，もしかしてフィッツ先輩の本名はシルフィエットというのではないでしょうか。僕はシルフィエット。上野村のシルフィエットです。やっと言えた。西武飞。
ず泣き虫だ。ずっと待ってたんだよ。メナ村で但是鲁迪早就把他忘了。昔からずっとレディが好きでした。妈呀，太专情了！もう離れないでください。ずっと一緒にいたいです。我天呐，西鲁菲！主要是西鲁菲跟鲁迪相认这个真的是过了太久了。自从就是魔法事件转移之后，一直跟鲁迪就是相隔非常遥远，完全都不知道鲁迪的任何消息。然后到后面通过公主的帮助吧，然后呢想让鲁迪能来到魔法学院，很长一段他们的人生经历中都是没有彼此的陪伴了的。而且鲁迪来到了魔法学院，跟他在同一个地方了之后，西鲁菲也一直是优先考虑公主，不想自己这个身份给公主带来任何的不便嘛。所以就是一直也没有跟鲁迪相认，整个期间都是一直非常烦恼的。只有到了这一刻，他终于能说出自己是谁的时候，真的能感受到他的那种如释重负吧。作战也真的是大成功吧。西鲁菲最后真的是紧张的不能再紧张，我觉得可能也是因为他怕鲁迪，他还是想不起他。这一刻真的是需要非常大的勇气的，就像他之前说的，谁能把这份勇气给他呢？我相信多少也有公主带给他的吧。真的特别喜欢他们三个人一起，公主和陆克帮西鲁菲出谋划策。如果没有公主就是告诉西鲁菲让他去做自己想做的事情，西鲁菲肯定还是会优先考虑到公主。西鲁菲真的也是很幸运的，而且真的也好在鲁迪最后想起来了。西鲁菲之前也非常的担心，觉得鲁迪会不会完全把自己都已经忘了。如果告诉他了，然后鲁迪还是想不起来，那这样的话对西鲁菲的伤害会更大。我很喜欢音乐在煽动的这一刻真的完全静止了，然后看到西鲁菲一直紧紧抱住自己的样子，真的能真切的感受到他的那种紧张。剩下的环境音只有那个篝火的那种呲啦呲啦的声音，这样的渲染真的能让观众就是完全全身心的投入在他们俩单独的这个对话和这个交互上面。很久经历过很多灾难后，再一次这个儿时的玩伴相遇，真的是对两个人都非常重要的时刻。尤其是非常清晰的听到西鲁菲叫出鲁迪的时候，一瞬间都感觉大家都经历了好多呀，就是本身都是在一个小村庄过着相对平和的生活嘛，然后一个这样突如其来的灾难就把他们相隔两地了。光是这样子的羁绊，他们能重新找到彼此，我就觉得非常的感动。菲兹虽然一般是沉默的菲兹，但是一出口就是语出惊人，直接是要跟鲁迪白头偕老，怎么有一种重力展开的感觉。真的很喜欢就是这个篇章对于西鲁菲有非常多的刻画。他虽然是个爱哭鬼，然后很可爱，声音也是软软的，然后呢行为举止感觉也是比较娇俏的，但是他对于他想要的东西又是非常执着的、坚定的，说要保护公主就保护到底。对于鲁迪也是非常专情的，并且他知道他想要的是什么，我觉得这些都是非常重要的。我也很喜欢就是他模仿鲁迪的那个地方，自己非常重要的两个人面前展现出自己很真实的一面，真的非常生动的西鲁菲，我非常喜欢自己的犹豫，但又有着自己的坚定。说到底还是他自己给了自己勇气吧。随着鲁迪的成长，其实他也变化了很多，从几次他跟其他女人上床的这个经历，比如说最开始在菲利普他们家的时候，他对爱丽丝直接就是一个上手，感觉当时也是他曾经的自己的那个声音在主导着他。之后跟莎拉就是在酒店里吧，那个时候没有说是直接上手的那种动作了，而这次跟西鲁菲他真的是一退再退，他其实前面说的很多话都是在给西鲁菲找台阶下的那种感觉。不管是上集还是这一集，他看到西鲁菲的这个内裤或者说是马上就要脱，他都没有说直接是那种精虫上脑的感觉。不得不说，就是进入学安篇之后，真的有很多集都感觉像是在看恋爱番，到了现在又感觉不完全是恋爱番，因为这个世界它不仅是有恋爱的，他们有很多之前的旅程和冒险，经历了很多事情，所以有着很多这个人物上的成长，我觉得这个是非常有意思的。接近结尾了，估计鲁迪的这个布局也马上就要被治好了吧。但是这样的话还有一个事情，就是那爱丽丝呢，或者说就是要往后宫那个方向进行了。不过现在鲁迪最重要的
事情，肯定是他想要先治好自己的这个布局，因为他这个不仅是生理上的问题，他更是精神上和心理上的事情。好希望司徒飞就是能过一个很幸福的生活呀。他也知道鲁迪有下流的时候，他就是这么认准了鲁迪。我真的就是希望他开心。其实他跟公主就已经很好了，我觉得遇到这样的公主，我建议是直接嫁了。仔细想想，是不是司徒飞叫出鲁迪，就其实已经能给鲁迪很多这个提示了。看到一步步鲁迪就是揭露司徒飞他真实的样子的时候，最后说出你就是司徒飞叶特的时候，配合上这个音乐的再次出现，我真的觉得就是情绪都拉满了。虽然他们这个场景儿时也发生过，但是这一次场景的再次重现却完全是两种不一样的心情。那这一支片到这结束，我们下期再见，拜拜。